なんか気がしますか？そうですね。いいんです。楽しいです。で、なんか、はい。腰痛が出たんですけど、これなんか関係あるのかなと思って。腰痛が出たらいいんですかね。痛みがすごく出て、この何週間か。まあ、痛みが出るっていうのは、激しい言葉を使ったわけ。どっかに。穏やかに喋ればいいのに、きつい言葉を使うか、きつい表情をすると痛みになる。で、腰痛を治すのは、太ももどこでもいいから、前でも後ろでも、全部柔らかくしたらいいから。ね。腰痛が出ると、まあ、この太ももの横でもいいし、裏でもいいし、とにかく分からないけど、太ももを柔らかくすればいい。太ももとお尻の筋肉を柔らかくしたい。ありがとうございます。人間の重要なのは、下半身は太ももが大事なのね。だからずっとなんか歩いたり、ずっと立っといて、そのままこう緩めないで、一人で腰痛になる。だから常に太ももを柔らかくする。下半身ね。で上半身はここからここの腕ね。でここが冷えると風邪をひく。ここが固まると頭痛、首が回らなくなったり頭痛になる。肩こりはここやから、これはこの後ろやから、そこを柔らかくする。こうやってね、マウスとか使ってこうすると、ここがここ。で、肩はこう。だけど上半身はとにかくここをこう温めたり、ここを大事。下半身も太ももだけ。暇があったら、太ももをこう筋肉を緩める。触りながら。だから要は筋肉が硬直してそのバネの役割をなくすのよね。ね。だからそれがバネの役割をしだしたら腰を回られる。だから重量上げの選手とか太ももが大きいやん。腰は小さいけどあれ太ももで持っちゃうんで。だから腰を守るためには太ももを柔らかくしとけば大丈夫。だから何でもどんなものでも何かのコツとか要領があるので、そのコツとか要領を早く見つけ出したのか。お願いの仕方のコツとか、物事がうまくいくコツとか、そういう何かのコツを見つけて、自分で手に入れていける。こういう喋りをしたら、自分の運が開けるっていうのがあるかもしれないので、とにかく今していただくのは、こういうふうになれたらいいですよね、なったらいいですよねって、とにかくたくさん言うこと。でなりたい、したいとか、そういうことはできるだけ使わない。ハワイに行きたいってできるだけ言わない。ハワイに行けたらいいですよね。こういうふうになったらいいやないで、なれたらいいですよね。こういうふうにしなさいじゃないで、してくれたらいいんやけど、みたいに、そういう言い方を身につける。だから女性らしい柔らかい言葉をどうやって自分たちで考えて使えるか。だから激しい言葉とか命令口調とか断定した言葉を使っている人はどういう人生を送ってるか見えたら
あったけど、どんなものでも諦めるか許せるかどっちか。もうしょうがないし諦めれる能力があるのか、もうそうよねってもう許してしまう能力を身につけるか。だけど自分の中で許せないものがあったら、それが許すことができますよね。この言葉が許せないとか、こういう態度が許せないっていうのがないように。あ、お好きにどうぞ。何回も同じですけど、楽しく感謝ができますようにとお願いをする。基本は人間は感謝ができないって思ってる。感謝ができないから、神に祈って感謝ができるような人間にならせてもらう。だから感謝ができるようになったらどんどん恵まれていくし。だから、質問を受けて、あなたは運がいいですかどうですかって言ったら、運がいいって言わなきゃいけない。おかげで運がいいんですって言ってから。それで運がないって言うと運がなくなる。運がいいですって。ね。今こう生きてるだけでも運がいいやんって。感謝をたくさんする人は運がいいと思う。目も見えるし、手も動くし。ね。味覚もあるし。ね。そういうものが、こう、運がいいですって思い切るかどうか。だから何かこう人の役に立てたらいいなって念じてるだけで役に立たんでいいですか？役に立つために生きてるわけじゃないので、役に立てたらいいなって思いながら生きてるだけで役に立たんでもいい。それ役に立つか立たんかは神が決めることであって、人が役に立ってるとか立ってないとか思うことではない。向こうの神の世界があるっても勝手に決めて、その神の世界で生きていった方がいいやろ。ね。昔から神がいるって言うんなら、いるとかいらんとか考えるよりも、もういるもんだって思った方がいいやん。ね。で何でも神様に決めてもらえばいいやん。要望はどんどん出していいよ。もうちょっと豊かに暮らしたいとか、もう少しこんなになりたい、あんなになりたい。要望はどんどん言っても、でもそれを叶えるかどうかは神の世界であって、自分ではねえんだ。ね。ところが、いいお願いをした人の勝ち。欲深いで、今も十分豊かに暮らしてるけど、もっと豊かに暮らしたいとか、もっと能力を発揮したいとか、もっとなんかこう、いいとこに行きたいとか、言った方がいいやん。